こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は久しぶりに家からですね。すいません、なんかいろいろ動画でね、いろんなとこで撮ったりしてるからね、いろんな動画撮っていくと結構面白いかなと思ってやらせてもらったんですけど、大体いとこであったりお友達がもう帰ったんですけど、大体10日ぐらいかな、2週間ぐらいいろんな人が来てたりして、これはね本当に私がインドに来てから初めてのことなんですよね、人が来るっていうのは。ずっと引きこもってましたからやっぱすごい流れがね面白いなと思うんですけど、やっぱオンラインサロンとかね、スターシードのオンラインサロンを始めたり、やっぱり流れが変わってきたっていう時にもうさ、すぐにこうやって人が来るとかさなんか流れが変わってんだなーっていう感じで思っています。で、結構皆さんねレストランやってるからとかね、インド来たいって言っていただくんですけど、本当申し訳ないんですけどね、個人的に来られても会いませんもう私すごい基本的に引きこもりというかね、自分のペースを、今もこうやって久しぶりにみんな帰ってのんびりしてさ、もう泣いたからね、ぼーっとヤギ見るこの何ですかね、やっぱこういうのが好きなんですよね。平和な感じが好きなんですよ、日常の。もちろん人がね来ることも楽しいんだけど、やっぱりこれがないと私のペースが乱れるから、そうだから申し訳ないですけど、個人的に来ても合わないからね、もしね、だから興味がある方はサロンの中で時々やったりすると、もう来年やりますから、そういうので来ていただいたりとか、インドにねぜひ来ていただくのはすごくいいと思うので、遊びにねいろいろ来てみるといいんじゃないかと思うんですけど、私に会いたいっていう場合はちょっと合わないですね。私はっきりしてるんでそのあたりが。そう自分のね本当にやっぱりペースっていうのを、そこが一番大事だっていうことがもう私の人生の中ではっきりしてあるんだよね、やっぱり。そうこのペースを乱すっていうことはもうしないので、そう申し訳ないですけどね、結構問い合わせをいただくんですけど、全てお断りしてるっていう感じです。で、そうですね、今日もねいろいろね動画とか見て、なんだろう、ワンオクロックとかさ好きだからワンオクロック見たりとか、世界の終わりとか、あとコールドプレイって知ってるかな。コールドプレイってフラワーオブライフのマークがシンボルマークなんだけど、コールドプレイとか見てて、やっぱ世界を舞台に活躍してるアーティストの人たちのエネルギーっていうのが今すごい合うみたいで、前から好きなんだけどね、やっぱりすごくやっぱ宇宙的だなっていう感じで、こういうさ人たちのエネルギーに触れるじゃない。わあみたいな、楽しいなって思った時に、私がいつもやっているのは、そのエネルギーはこの人たちすごいなって思うんだけど、それをね自分に向けるんですよね。この人たちがすごい、じゃあ私もできるのかなっていう感じで、自分の方にそのエネルギーを向けると、すごいね、この自分の中で宇宙が広がっていくような感じになるんですよね。それがすごい好きで気持ちよくて、わーみたいな感じになってました泣いちゃったもん、なんか生まれてきてよかったみたいな感じで、やっぱこれが宇宙だなみたいな感じで。これってさ、人に対してもそうなんだよね。なんかいろんな、ほら、子供が可愛いなとかさ、なんかすごい素敵な人とか、この人好きだなって思う人が出てきた時に、その人に対して、すごい素敵みたいな感じで思う、プラス自分の方にも向けるんですよ。そのまんま自分の方に向けて、自分大好きみたいな感じで味わうっていうのかな。必ず自分の方にも目向けるんですね。そうしないと、なんだろう、やっぱり外ばっかり行っちゃうし、分離しちゃうかな、やっぱ。うん。自分の方に、だから外に向けて、プラス自分の方にその後に向けるか、途中から向けるかみたいな感じで、いつも自分の方にエネルギーを向けるっていうことを忘れないようにしてるっていう感じなんですね。そうするとね、やっぱすごい本当に満たされるし、自分がやっぱ一番大事だからね、自分が満たされてるっていうことがすごい大事だから、この辺りをねすごくやってるんですよね。そうするとね、もう本当にね幸せでね、
もうなんだろう、何もいらないわけじゃないけど、やっぱすごい幸せだなっていう感じになるんですよね。それが本当に至福というか、幸せだなって思ってる感じなので、よかったら皆さんもね、すごく好きな音楽とかさ、好きなものに目を向けた後に同じエネルギーを自分の方に向けてあげてください。自分にもそういうものを持ってるからみたいな感じで、そうやるとね、すごくいいんじゃないかと思いますね。でなんか書き込みの中にさ、こうやっぱりこう現実の中に入り込みがちっていう人が結構いたよね。すごい困る人みたいな、変な人がいるとかさ、家族でこういう人がいるみたいな、そうで、それで波動を整えてればいいのかっていう話だったんです。書き込みの中にもコメントしといたんだけど、気になるっていうことは、宇宙の法則っていうのは同じものが来るんですよね。だから目の前の人を気にするってことは、自分の中にもうそういう気にする周波数が入ってるってことだから、共振しちゃうのね。この人のこと気になるっていうのが、要はもっと気にしたいって言ってるようなことになっちゃうんですよね。気にしたくないだけど気になる、気になるっていう周波数持ってるから、同じもの引き寄せちゃうから、気になる、じゃあもっと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 って感じになっちゃうんですよ。これがもう今までのパターンなわけだから、そしたらどうすればいいかっていうことは、もう本当気にしない、気になるっていう周波数持ってるの、これはなかなか変えられないから、気にしないっていう周波数に変えればいいっていうことだね。だからブロック解除とか統合のワークとかでやっていけばいいの。じゃあ気にするっていうさ、どうやって変えるかっていうと、電球の玉でいいよね。じゃああの人が気になるっていう、誰だろうな。私だったらなんだろうな。気になるもんなんてあんまないんだよな。そうだね。じゃあ一応気になるっていうことで今電球がついてるとするじゃない。じゃあそれを外してポイって宇宙に投げるじゃない。で、気にしない自分のペースでいいみたいな感じの電球をキュッキュッてつけて、その明かりを感じるんですよね。付け替えたら変わっちゃうんだけど、この明かりを、結構ブロックが強い人はこの明かりを感じると、じわっとこうさ、ふっと軽くなったりとか、じわっとなると思うから、それを明かりを感じれば、これで書き換わっちゃうんですよね。で、統合のワークでやるとすると、この人が気になる、ムカつくとかさ、家族が嫌だとか、そういう気持ちがあるとしたら、その気持ち今感じ、ムカムカするみたいな、それを目の前に出しますよね。重りのなんだっけ、重たい感じにして、でそれを、ポイッとね、目の前の、目の前にポイッとして、投げちゃうじゃない。でそのままその重さのものを今度は光として帰ってきて、自分の中にこうやってしまうんだよね。って、これだけでいいんですけど、こういうことをだからもうちょこちょこやるっていうことなんですよね。地味なんだけど、だから言葉がさ、いろいろさ、私も解放とかブロック解除とか統合のワークとか言ってますけど、とにかく自分の悩みとか、なんで困ってることとかっていうのは、そういう周波数を自分が持ってる、そういうなんていうのかな、引き寄せるようなものの原因は自分ですからね。外の人は全然関係ないんですよ。もう本当にね、投影ですよ。もう映画ですからなんていうの、この人が嫌だとか、あの人が嫌だとかさ、旦那がとかいろいろやりますけど、その周波数自分が持ってるから気になるっていうことですから、もうね、外見てたってしょうがないし、その人を指摘したってしょうがないですね。もう自分ですよ。もうね、どこかでっていうか、もう今認めちゃった方がいいと思う。この先も同じこと繰り返すわけだからね、苦しいわけだから、自分の中にそういう周波数があるっていうことで苦しいわけだから、こういう感じでどんどん書き換えていくんですよ。気にする、気にしない、じゃあ気にしないようにするっていう周波数になると、それるから、それると本当に生きやすくなるんですよ。そういう感じ。私の場合だと、だから前回のね動画で話してたように、インドに行けないとかさ、お金がないとか、稼げるわけがないとかさ、そういうブロックがガッチガチに入ってたから、それをねどんどんこう書き換えたんですよね、ブロック解除で。もう本当泣きながらやったって感じですけど、怖かったけどね、やっぱりすごい変わるから、
変わるんですよ本当に。こんなに簡単にできてたんだなっていう感じだから、もうどん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 書き換える。でどうやって変わるかっていうのはもうね、忘れた頃に変わってんですよね。変わり方がねすっごい自然なんですよね。あれみたいな。まあ1週間後とか1ヶ月後ぐらいで、あれなんかあのこと考えてないなとか、あの人のこと気にならなくなったなとかさ、そういう感じになっていくから、あとあの人いなくなっちゃったなとかさ、そういう感じになっていくから、いつ変わるかっていうことを気にしてるってことは、それだけブロック解除とか統合のワークの回数が少ないっていうことですね。もっともっともうやるみたいな感じで、ガンガンやっていった方がいいと思います。そうすると楽になるんじゃないかなと思いますね。やっぱね、どんどん書き換えていけばすごい楽になると思います。あとはね、そうだ、友達がさ、この間来てたじゃないですか。面白いなと思ったんですけど、やっぱインドとかさ、こういう海外の土地に行ったりするっていうのはやっぱりこう回るんだと思うんだよね。前世に自分が行った土地に、回ってるんじゃないかなっていうか、私は多分やっぱりインド人だったことが多いんだと思うのね。だからインドに住んでたりするし、で3人来たんですよね。1人の友達知ってて、あと2人の人は全く私のことも知らない、スピじゃないんですよね。1人の人はもうほんとずっと仲いい人なんですけど、で、この3人が何だったのかってことなんですけど、ビジョンが見えた時に寺院にお寺があるんですね。小さいお寺があって、そこに行ったら誰もいなかったんですよ。いつもものすごい混んでるのに誰もいなくて、しかも締め切ってて、なんか私たちしか入れない状態になってたんですね。でもう直接的にそのバラモンの人がお祈りを私たちだけにやってくれた感じになって、なんでこんなに特殊な形になってるのかなっていう感じだったのね。そうなんか随分何回か行ったことあるけど、こんなに形になってるの初めてだなみたいな形になったから、この人たちなんかやっぱ前世で関わりあるのかなと思ってたら、ビジョンが降りてきたのビャーンって。そしたらね、なんかこう女王様というか、それぞれの国の1人は多分ネパールの3人いるって面白いんだけどね。ネパールの多分だから女王というか、なんていうの、クイーンみたいな感じだよね。でもう一人がタイ、もうほんとそんな感じの人だよね。タイのだから女王みたいな感じで、もう一人が多分ミャンマーとか、なんかちょっとこうなんかどっかの島のそういうだからそういうとこでさ、外交をしていたなんかつながりとかなのかな。私も多分そういうのがやっぱ前世であると思うのね。インドのなんかそういうちょっといいところのね、あれみたいなさ、みんなもあるんですよなんかだからこうさ、一つのなんかこうなんで火みたいのを焚いて、こうみんな4人で持ったんだよね。でここで集うっていうのがやっぱりこうすごい降りてきて、集って、要はそのエネルギーによってそれぞれの役割、あとはこれからそういう海外にちょっと配置していくみたいな感じのビジョンが来て、なるほどみたいな、もう鳥肌がすごくて、私とその友達の。そうだからやっぱさ、こう海外とかハワイとかさ行ったりするじゃないですか。私ちょっと行ったことないけど、そういうハワイとか行く人もハワイのとこにやっぱりさ、自分のルーツがあったりするっていうことなんだよね、多分。だからやっぱり今回行ったりしてんだと思うし、旅行好きな人はやっぱりいろんなところを回ってたりするんだと思うね。インドが気になるっていう人もインドにやっぱり自分が生まれてたりするっていうことなんですよね。だからね、結構これからね、サロンの中とかでこうインドに来てもらった時に、その時のビジョンも楽しみだなっていうか、インドでどういう感じで関わった人たちとね一緒にこうなんかいろいろ話できるのかなとか、そういうのすごい楽しみだなっていう。初めてやっぱり人を呼び始めたから、やっぱこういう感じの流れにやっぱなるんだなっていう感じだから、みんなルーツをたどるというか、でルーツにたどるというか、気になるとこに行くことによって何かの鍵開くみたいなんですよね。そのなんていうのかな、やっぱりそこにでエネルギーをさに触れるとかあると思うんだけど、そう自分の中の潜在意識の中の何か蓋が開くような感じになるのかもしれないんだけど、それによって結構覚醒が入って、自分自身のこう目覚めみたいのがさ
自分の前世を思い出したりとか、前世から来るエネルギーが来たりとかさ、そういうことが進むのかなっていう感じで見てて面白いよね。だから今世みんなさ、別に普通の人だしとかさ、貧乏だしって思ってるかもしれないけど、結構いいところのなんていうのかな、王様とかさ、皇室の人とか、ちょっと言葉がうまく言えないんで、なんて言うんだっけ、そういうこととかもやってる人多いんだよね。特にスピリチュアルな方に行く人っていうのは多分そういう感じのはあると思うんだよね、前世の中に何回かは。だって前のさ、前世っていうか、その昔の時代って超スピリチュアルだからね。ここの近くにスーリア寺院っていうのがあるんですよね。太陽寺院、前にも話したと思うけど、太陽寺院の中のやっぱりこう王様とかが建ててるんだけど、そういう太陽寺院とかもね、もうさめちゃくちゃスピだよね。それでその周りに、要はあれを建てる時にやっぱすごいサドゥーっつってさ、すごい神様とつながってる人がたくさんいて、もうさそこで壁画に描かれちゃってんだよね。彫られちゃってんの、もうそういうレリーフみたいな感じで。でもうそこでいっぱいもうメディテーションしてるサドゥーがいっぱいいて、要はそれでエネルギーを下ろして、そのすごい大きい建物だからそのエネルギーを下ろした、そのエネルギーを使って、重力を半分にしてたのかもしれないし、なんかいろんなことを使ってあれだけの大きいものを随分前に建てたんだなっていうのがもう彫られてんだよね。だからやっぱりかなり宇宙とつながってたってことだから、だからスピリチュアルな方向に行く人っていうのはやっぱり今世どんなに貧しくても結構こういいところの、地球だとするとね、地球の結構いいところので生まれてたのかなっていうのがなんとなく見えたかな。多い、やっぱりそういう感じの前世持ってる人多いなっていう感じ、今まで見てきた中でもありますね。そう面白いよね、そうやって考えるとね。あとね、そう旦那さんとか、あとビシヌもね、弟がいるんですけど、今関わってる人ってだから家族、皆さんにとっての家族っていうのもやっぱり前世でやっぱ、ね、絶対に関わってる人なんですよね。牛入ってきちゃったちょっと、牛を追っ払ってくれたじゃん。旦那さんは結構私とこう夫婦っていう家族であったりとか、あとは私のことを守ってくれるようなね、無視無視聞いてます？聞いてなかった。掃除に集中だもんね。一生懸命だから。そういつも守ってくれる人なんですよね、あの人はなんか戦いの中でもいつも味方でいてくれる人みたいな感じでやってくれて、ね、助かるよね。そういう感じでさ、皆さんの家族っていうのもそうやって前世で関わってたり、自分のことをやっぱ応援してくれる人だったりとかね、するから、やっぱすごいなんだろう、また会えてるんだよね。だからそういう前世の関わってた人と、そう特にね、今だな、今とこれから出会っていく人っていうのは本当に深い関わりがあった人とばかり会うと思うんですよね。だからなんか初めて会ったのにこう知ってるとかさ、なんでこんなにこの人のことわかんだろうなとか、なんか懐かしいとかさ、私のこともなんかよく皆さん言っていただくのは、親に似てるとかさ、お姉ちゃんに似てるとか、妹に似てるとか、友達に似てるとかさなんか自分に似てるとか言う人いますけど、関わってたんだと思うんだよね、やっぱり。そういうとこで本当にその自分の感覚も合ってると思うし、だから初対面じゃないんだよね、やっぱり。面白いですね。で、大体そうだな、私のこと気になるって方は宇宙で出会ってんじゃないかな。前世の中でもあると思う、前世のこう地球でもあると思うけど、多分宇宙の方だと思いますね。私自身がこう宇宙の中での結構経験も豊富なんですよね。いろんな星を転々としてきてるみたいな、なんか旅人みたいな。今も今世もいっぱい旅をしてきたんですよね。バックパッカーだったからいろんなとこを回ってきてるんですけど、やっぱ宇宙でもいろんなところを回ったりしてたから、多分いろんなところでいろんな方たちに会っていて、今世ね、地球の中で再会しようって約束してきてるんじゃないかなっていう感じですから、その自分の感覚とかさ、本当に正しいですから、本当再会を喜びたいなって思います。そう面白いよね、そう考えるとね。はい。
まあね、本当にこう今って本当に楽しい時ですから、ちょっと地味なんだけどね、本当にたくさんいろんなこう自分の気持ち、今現実が苦しい人はどん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 書き換えるっていうことをやっぱりやってって、本当に軽くなって生きる時ですから、そうやってやっていただくといいと思います。あとは本当にね、自分のことを大事にしてあげてください。人よりも自分ですからね。私は本当に自分のことを一番です。一番は自分、二番目が周りっていう感じの、この優先順位は絶対そうですね。ここがずれてくると、要はもう現実がずれてきますから、ここに行き着いたからね、やっぱりここがそうかなって分かってきた人は、もう本当にずれないようにした方がいいですね。自分が第一ですね。人のことを思うんだったらまず自分第一にしないと、人を幸せにすることは絶対無理なんですよ。自分のことだって、要は自分の投影なわけだから、どんなにもう何ていうのかな、どんな形であってもこれは本当にそうなんですよ。自分の周波数が表に映し出されてるっていうのが本当に現実なんですよね。ね、このからくりをどう言ったら分かってもらえるかとかさ、本当にそうだってさ、やっぱ確信がもう自分の現実としてずっとあるから、これをはこれからもね、分かりやすく伝えていきたいなと思っています。まあ楽しんでね、これからも皆さんやってみてください。ではまた撮ります。